はい、こんにちは。無職神谷秀樹です。よろしくお願いします。今までの動画で皆さんからいただいたコメントに答えてきたんですけど、英語の方でもいろんなメッセージ、質問をいただいてるんで、今回はそちらに、答えていきたいなと思います。で、その前に、1個訂正というか、なんか以前出したコメントへのアンサーの中で、僕がベヨネット3にかかってないみたいな誤解をして受け取った人がいたみたいなんですけど、がっつりかかってますんで、ディレクターではないんですけど、僕ベヨネット1でディレクターを務めて、で2と3は監修っていう形でちょっと後ろに下がってるんですけど、シナリオだったり、キャラクター設定だったりっていうところは僕が全部手がけているので、それでちゃんと世界観、統一を図っていますということを、一応改めて言っておきます。別に、自慢したいわけじゃないんですけど、はい、正しい情報としてねお伝えします。というわけで、じゃあ、コメントの方行きましょうか。まず一発目なんですけど、これ長いメッセージいただいたんですけど、これね、1箇所最後に水族館を訪れてからどのくらいになりますか。水族館で撮ったらいいんじゃないのって。僕水族館結構好きなんですよ。実はこの辺の関西近辺の水族館なんかは結構もう行っていて、この辺で一番有名って言ったら海遊館ですよね。海遊館はもうね何回も行ってますね。特に若い頃はもうなんか暇さえあれば行って館内のベンチに座って居眠りしたりとか、なんかそう癒される空間なんで、仕事の疲れをね癒すのによく行ったりしてましたね。あとの須磨の水族館とか、あとちょっと遠いけど鳥羽の水族館もあるし、島の方にもあるかな、島マリンワールドだっけになってたかな。あと新しくできた京都の水族館もね、確かに水族館癒される空間なんでいいかもしれないですね。とにかく今のところ寝なし草でこうやってどっか場所見つけて座れるところで適当にこうやって撮ってるんでなんか、ちゃんとね撮れるような場所もあったらいいんですけど、いつかその癒しの空間で撮影できるように頑張ります。じゃあ次ですね。I wonder what's gonna happen to the Bayonetta franchise now。ベヨネッタのフランチャイズがこれがどうなるか。さっきお話ししたように、1、2、3と僕関わってきていました。で、いろんなインタビューなんかでも話してたんですけど、ベヨネッタは全9作でベヨネッタサーガとしてこれから作っていきますよっていうようなことを言ってたんですけど、その構想は墓場まで持っていくことになりますかね。残念ながら。ベヨネッタっていう IP 自体をね別に僕が持ってるわけじゃないので、それはしかるべきところが今後続けて作っていくんじゃないかなと思います。じゃあ次ですね。これはね、日本語で来てたんですけど、板垣さんと協力したら何か、素晴らしいものができるだろう。こういう話よく聞くんですよ。なんか個性的なクリエイター、よく言われるのが、例えば僕と横尾さんが何か作ったらとか、僕と小島秀夫さんが何か作ったらとかってよく言われるんですけど、絶対とんでもないことになりますから。ドラゴンボールの悟空と誰かがフュージョンするのと違うんで、全然違う個性の2人がぶつかり合うんですよ。そんなまともにゲームなんか完成するわけないやんな。なんでその辺のことが分かんないのかな。日本のね、あれなんていうの、格言ことわざで船頭を多くして船山に登るっていう、要するにその船のねキャプテンが複数人いればいつの間にか船は山に登ってるっていう。キャプテンは一人じゃなきゃダメなんですよ。個性的なゲームを作る人間っていうのはね、そういうもんだと思います。で次、ブロック。これね、俺のブロックについてもね結構誤解されてるんだけど、ちゃんと法則があってやってることをちょっと言い訳していいですか。今はもうやめたけど、日本語以外でツイートしてきたやつは全部ブロックでずっとやってたんですよね。でこれは意味があって、まず海外の方ってすごくエナジェティックな人が多くて、もうすごいコメントくれるのはありがたいんですけど、俺がツイッターやってて、あくまでも俺個人が受けた印象よ。俺個人が受けた印象として、海外の方々って俺が何をコメントしたかっていうのは見てなくて、ひたすら自分が聞きたいこと、思ったことをツイートしてくれてる人たちが多くて、その結果どうなるかっていうと、ある人からこれについてどう思いますかっていう質問を受けて、それについて答えました。その答えた5分後に同じ質問来るんですよ。俺が何を
コメントしたから読んでなくて、神谷水家だ質問しようみたいな感じでバンバン来るんで、とにかく同じ質問たくさんもらうのにもへきへきして、別に僕はその日本語以外をツイートする人を差別するとかいうつもりは全くなく、あれはね、なんていうのかな、踏み絵というか、だから、日本語以外のツイートしてきたやつはブロックしますよっていうふうに、冒頭で書いてあるにもかかわらず、その言葉を守らずにツイートしてくるやつっていうのは明らかに俺のタイムラインを見てないっていうことの証明になるので、それで自動的にブロックとなるという、こういう法則なんですよ。だからそれでなんか差別だとかレイシストだとか言われるんですけど、違いますよ。あれはテストですよ。俺のコメントをちゃんと見てるかっていうテストですというね、法則があるんだけど、最近ブロックするのも面倒くさくなってきて、面倒くさい、若干かわいそうにもなってきたんかな心が痛み始めたのかな。だからね、一旦ね、そんなに頻繁にブロックするのは最近やめてる。でもまたスイッチ入るかもしれないから、僕の気分次第ですね。で次が、そうそう、温泉ってね、これどうなんだろう、海外にもあんの？そう、僕ね温泉大好きなんですよ。ぜひ皆さん日本に来たら温泉旅行を楽しんでほしいんですけど、温泉って温泉浸かるだけが楽しいんじゃなくて、こう旅館に泊まってね、雰囲気のいい、それは高いところに泊まったら綺麗ですし、そうじゃなくてもこう小さくてもこうこじんまりとしていて雰囲気がある、古くてね静かな温泉旅館っていうのもあって、でそこでね、温泉使って浴衣着て、で美味しい料理食べながらお酒飲んでって、なんかこの全てを楽しむのが温泉旅行なんですよね。ぜひ日本に来て皆さん体験してみてください。で、そうスペースアドベンチャーコブラ、これがねなんか作られてるっていう噂あるんですよ。噂っていうか発表したのかな、知らないけど、そうこれつい最近このコブラの作者の寺澤武一さんが亡くなってしまって、本当に残念だなと思うんですけど、皆さんねぜひねコブラっていうこれ日本の漫画なんですけど、ぜひ読んでいただきたいですね。あれ確か連載してたのは1980年代だと思うんですけど、もう本当に何でしょうね、今読んでも古びないというか時代を超えた名作ですね。あの時代にああいう作品を書けたっていうことが驚異的だなと思うんですけど、とにかくそのストーリーも世界観も何よりキャラクターも魅力的で、このコブラっていうキャラクターが僕の心にずっと突き刺さっていたんで、これ有名な話なんですけど、僕が作ったデビルメイクライっていうゲームのダンテっていうキャラクターはまさに僕の心の中に刺さっていたそのコブラのイメージで作り上げたキャラクターですね。なんていうか、そのどんな敵、どんなシチュエーションに対峙してもこう余裕でヘラズ口を叩くっていう、ダンテのキャラクターの代名詞のように皆さん捉えてくださってますけど、オリジナルはコブラなんですよね。あのキャラクターが本当に魅力的で、ぜひ漫画を皆さんも読んでいただきたいなと思うんですけど、その作者が亡くなってしまったのは非常に残念だなと思います。次、これね僕つまんないミーティング中によくやるんですけど、自分の頭の中に自分の部屋を作るんですよ。で自分の部屋を作って、自分のそのちゃぶ台があって、そこに座布団があってお茶があって、そこでくつろいでテレビ見てゲームやってっていうのを頭の中でやってるんですよ。こうやってねミーティング出てるこう難しい顔しながら、もう頭の中でずっと僕自分の部屋で楽しんでるんですよ。自分のプライベートタイムを。これおすすめですよ。次が確かに自由の身になったんで無職ですけどね、機会があればそんな仕事もやってみたいですよね。ジョーもねちゃんと3は構想にありましたから、作りたいなってずっと思ってたんですけどね。ジョーなんか作らせてくれるのかな、カプコンが。狼もねやっぱりやり残した仕事なんで、これもねもし実現できたらハッピーですよね。カプコンさんオファーお待ちしてるんで、ここにご連絡お願いします。はい、ちょっとコメント返しがだいぶ長くなったんで、まず一旦ここで、今回は終わります。また次回続きありますんで次回お楽しみに。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではバイバイ。